はようございます。たかしです。本日は2月1日木曜日、ただいま9時52分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですが、ポストプライムのプライム会員、そしてノートのメンバーシップ、それぞれに良さがありますので、使い勝手のいい方をご利用ください。詳細は動画の最後をご視聴ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからです。昨日は FOMC がありまして、それに向けて夜からは結構動きましたね。結果的には冷やしとしては大きな陰線で終えております。ただ現在は GMMA の青帯は一応上向きなんですね。ですので、そろそろ冷やし単位で GMMA の青帯での反発に入りそうな、そういうところには下がってきました。そしてストキャスティクスも安値圏ですので、そろそろ冷やしの反発上昇というところには注意が必要ですね。今買い足では下落トレンドを作って下落中ですが、そろそろ大きめの反発を迎えそうな、そういうポイントにあるということはお忘れのないように。現在はこの黄色丸の高値でのダブルトップからの下落ですので、このまま大枠ではレンジなんですね。178円付近から 188.6 付近でのレンジなんですが、もしこのままレンジ加減を目指すのであれば、178円付近を目指して下落してくるということになりますので、その辺大きな流れと現在の小さな流れっていうのを両方見ておく必要があります。では4時間足です。日足ではダブルトップの今右側の山、そこからの下落になるのか、そしてこの一番下の白い水平線ですね、178円付近まで下落してくるのかっていうところですが、現在は過去の高値、ここですね、オレンジの水平線付近で一旦止まりました。ここを下抜けてくると次のこのライン、白い水平線の 184.5 付近まで下落していくと考えますが、現在地付近で下げ止まって再び上昇していけるのかどうかっていうところですね。ここ直近では下落トレンドを描いております。高値を下げて、ちょっと分かりにくいんですが、高値を切り下げてますよね。そして昨日の下落で安値の更新も明確になってきましたので、基本的には小さく下落トレンドを作って下落中。雰囲気としてはダラダラと下げてきている感じですよね。ですのでちょっと分かりにくいんですが、昨日のこの下落から今本日一旦はストキャスティクスもだいぶ安値圏に来ておりますので、結構下げ切っている感があるんですね。もうちょっと下げる余地はあるんですが、そこそこ下げ切っている感がありますので、一旦の反発上昇を待ってからの下落の流れ、動きとしてはこんな感じですよね。こんなのをイメージしておくといいと思います。現在はオレンジの水平線にぶつかってますので、この辺りでの一旦の反発、そこからの再下落っていうところを見ておくとトレードとしては分かりやすいかもしれません。そして昨日の安値をこのままスルスルと下抜けてきた場合は、もしかすると 184.5 付近、白い水平線付近まで下落してくるかもしれませんが、やはりストキャスティクスだいぶ安値圏にありますので、そろそろ4時間足単位の次調整の上昇に入ってくると考えられますので、そこはご注意ください。では1時間足です。1時間足の GMMA の青帯は下向きですので、現在1時間足は明確な下落トレンドを描いております。今1時間足のこの下落の傾きにトレンドラインを引きましたので、まずはトレンドライン付近までの上昇を待ちたい。先ほど4時間足に描いた矢印のイメージですね。一旦上昇してくるのを待ってから次の下落の流れを利用するという、そんな感じですね。現在は4時間足の水平線付近ですので、一旦の反発上昇を待ちたいところですね。ストキャスティクスはちょっと動きとしては汚いのでよくわからないのですが、現在地っていうのはやはり反発ポイントにありますので、まずは GMMA の青帯、もしくはトレンドラインぐらいまで戻してくるのを待って、そこからの次の下落のイメージをしておくと、トレードとしては分かりやすくなると思います。そう考えると本日は待ちの日になるのかなと、一旦の調整の上昇を待つので、その上昇を見送ってからの次の下落の流れを見ておくのか、それとも上昇方向をイメージされるんでしたら、現在はオレンジの水平線にぶつかってますので、ここからの上昇っていうところもイメージしておいてもいいかもしれません。では次はドル円の日足です。こちらもポンド円と同じで、日足の GMMA 付近まで今下げてきましたね。ここから反発できるのかどうかっていうところです。GMMA の青帯を下抜けると140円付近まで下落していくと思いますので、その辺を見ておきたいですね。現在地で反発できるのか、それとも下抜けて140円付近を目指してくるのかという結構節目にあるとは思っております。ですので一旦昨日のこのローソク足を見ていてもそうですけれども、昨日陰線ではあるんですが、結
結構長い下引きを伴ってますよね。ということは、やはり反発の力もそこそこあるということですので、ここからの反発上昇をイメージするのであれば、次買いポイントを探していくですし、今ダラダラと下落してきておりますので、ポンド円がレンジの加減を目指して下落するのであれば、ドル円もおそらく140円付近を目指して下落してくると思いますので、そう考えるのであれば、現在のこの下落の流れに乗っていくっていうところですが、今は節目ですので、ポンド円もドル円も GMMA、日足の GMMA に接触する付近ですし、ちょっと難しい動きをしそうですね。下抜けるかもしれませんし、ここから反発上昇するかもしれないというところにあります。では4時間足です。日足は反発ポイントにあるんですが、4時間足は一応この下落、平行チャンネル、下落の平行チャンネルが描けますので、この中で動いております。これはざっくりと描いたものですが、今ちょうどチャンネルの下限付近に昨日差し掛かって、そこからの反発になってきております。もしこのまま反発上昇するのであれば、平行チャンネルの上限、もしくは今 GMMA が上に通ってますので、そのあたりですね、このあたり 147.5 付近っていうところが GMMA の青帯とぶつかるところですので、その辺付近から再び下落に入るのかっていうところですね。今ちょうど平行チャンネルのセンター付近ですよね。真ん中付近にありますので、ちょうど真ん中付近にあるっていうことは上がるかもしれないし、下がるかもしれないという分かりにくいところですので、そこはご注意ください。もう少し分かりやすくなってから、例えば現在は下落トレンド中ですので、上がってくれば戻り売りが入りやすいですし、このチャンネルの下限付近に来れば昨日みたいな反発が入りやすくなってきておりますので、そういった動きを見ておくのがいいですね。今みたいなところで売ったり買ったりしても負ける可能性が高いので、しっかり待つということが大切です。では1時間足です。1時間足は今朝方から下落中ですね。GMMA の青帯が意識されているのがわかります。昨日大きく下落して、1回このチャンネル下限から反発上昇してきたんですが、結果的に今1時間足の GMMA で上値を抑えられて下落してきております。ですので、今このまま下落していけば再びチャンネルの下限を目指してくるような動きになってくると思いますので、その辺の流れを見ておきたいですね。ただし下落してくれば次、日足の GMMA が近づいてきますので、やはり昨日みたいな強めの反発が入ってくるかもしれませんので、その辺は注意が必要。基本的には下落トレンド中。その中でチャンネルの下限に来れば、今までみたい、過去もこれ何度も反発してますので、大きめの反発が入ってくるだろうというところはイメージしておいて、でも上昇してくれば、今上値もずっと切り下げてきておりますので、上昇してくれば戻り売りが入ってきやすい。そして下落してくれば押し目買いが入ってきやすいっていうところは意識して、しっかりとチャンネルの下限、上限に引き付けてトレードしていくのがいいと思います。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場のコメントも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始め、今がお得です。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。